はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回ね、年末までの気をつけることということで大まかな流れを見たので、その流れの中で10月末はどうかなということで見ていただけるとより活かしやすいんじゃないかと思います。それからこのカペラノートをご予約いただいた皆さん本当にありがとうございます。こちらPDF 版もね11月末に出ます。でこのノート版にはノート版の特典がありまして、いつも私が占っているこのタロットのスプレッド置き方とか、先生術のキーワード集というものがプレゼントとしてつきます。で PDF 版は PDF 版で別の特典がつきますので、そちらまたね準備ができたら11月にお知らせしたいと思います。ただ製本版は14日までなので、ご興味ある方はぜひ概要欄やコメント欄からよろしくお願いします。では行きましょう。10月後半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ6、女帝逆、カップ10逆、カップクイーン、ジャスティス、カップキング逆、カップ8、はい、気をつけることや対策がソードの9逆とペンタクルスの3とオラクルはカップエースです。ものすごく感情豊かな半月ですね。すごくなんだろう、今皆さんがどのような状況にあろうとも、例えばですけど体がちょっと悪くなってしまって入院してるとか、ちょっと怪我しちゃいましたもそうだし、仕事がどうこうとかっていうどのような状況であったとしても、その状況の中ですごく人からの優しさをたくさん受け取って、ご自身も温かい気持ちになったり、とにかく自分の心が満たされてるって感じがしますね、この10月後半。いいですね。なんか嬉しいことがあったらまたコメントで教えていただけると嬉しいんですけども、ちょっと星の話ですが、10月はね17日が満月になります。でこの満月は9月のね18日の月食から10月3日の日食、そして10月17日の満月って、この1ヶ月ぐらいでようやく完成するというか完結するみたいな感じがあるので、非常に意識高いと思います、水亀座の皆さんもね。そしてだからなのかな、なんかとにかく人とのつながりとか感情のシェアとか、自分がずっと気になっていたことがようやく来たみたいな、入ってきたというか分かった、理解できたとかもそうだし、すごく欲しかったものが手に入ってるって感じがするんですね。何か感情的にそれを言って欲しかったみたいなことを手に入ったりとか、聞きたかった言葉を聞いたりとかね、何かそういうのでいいなっていう感じですよ。そして仲間もいい、人間関係とかね、仲間もいいですね。はい、そして10月23日以降も自分が生きていく世界とか、今生きてる環境とか世界とか仕事、上司とかも含め、そういう方とのね関係性非常にいい感じがしますので、明るいですね。なんだか前のね3ヶ月までの12月までのやつでプレッシャーをかけないっていう風な流れがあったと思うんですけど、なんか自分がリラックスしたり今の自分を認めることによって、こんなに豊かさいっぱい入ってくるのっていう感じがします。で入り口がやっぱりカップの6なので今現在誰かに優しくされていることを自分が実感してるとか、自分も何か優しくしてあげたい気持ちになってるとか、ちょっとノスタルジックな昔のことを思い出してはーって温かくなったりとか、あの時あんなに大事にされてたなとかね、そういうのも含めすごくハートがホカホカしてる感じがします。でこの感覚だからこそ見えてくるいいものがあるって感じがしますね。そして今現状もカップのクイーンということで、非常になんか女性らしいというかね、男性、この動画をご覧いただいている男性の皆さんも自分の中にある優しさだったりとか、受け取る側だったりとか、なんかそういうところが満たされてるのかなっていう感じがしますし、
非常になんかね甘えられる状況にあるのかな。もし甘えられる状況にある方はもうぜひもう期間限定でね甘えて優しさを受け取ってください。たまにはねやっぱり自分が甘えることもいいじゃないですか。誰かに何かをしてあげるだけじゃなくてね。もしくはいやもういつも甘えてばっかりなんでダメなんですって自分を責めずに、この機会は甘えていいんだっていう、宇宙から甘えることを許可されてるんだみたいな思ってふんだんに甘えてみてください。すごく優しい気持ち、温かい気持ち、満たされた感覚になれると思います。それが別に家族とか子供とかパートナーとかの関係なく、でもなんかそういう人たちいっぱいいそうですけどね何か関わる人の中から本当に欲しかった言葉を聞いたりとかね、なんかはーってなる、嬉しいってなるような、感じがありますよ。そして10月の後半に向けてご自身はすごくこの満たされたハートの中で見る世界観とか生きる体感っていうのは非常にバランスが取れてます。自分がやるべきことはこれだとか、ここまではできるけどこれ以上はできないとか、無理してないですね。いいですね。無理せず状況も乱さず、すごくバランスが取れてます。何が大事かも自分で分かっているみたいな、何を今優先すべきかも分かっているっていう感じ。そして今こうやって自分自身がすごく満たされて統合されていくと、他者からの言葉にそこまで振り回されないんだなっていうことを実感するかもしれませんね。今までは例えば上司に認めてほしかったとか、なんかパートナーに絶対自分を必要だと言ってほしかったとか、なんかそういう他者に求める気持ちからもうもらったみたいな感じがあってすごくバランスが取れるので、こう見せかけの言葉に惑わされなくなるみたいな感じですかね。ちょっとこっちにしようかな。そして今まで自分が不必要になぜかこう過剰に求めていたことっていうものをもう手放していくっていう感じがします。ちょっとこれ見てみようかな。いいですね。なんて言ったらいいんだろう人ってなんかないものねだりをするというかね、なんか今これが欲しいからそれが欲しいってそこに向かっていくのが楽しいとかいろいろあると思うんですけど、ちょっとこの10月の満月の17日のあたりのエネルギーをぜひ皆さんも感じてみてください。自分は十分にあるみたいな感覚、自分に価値があるとか、自分は十分だみたいな感覚を持ったり、またはその昔の優しい思い出だったりを思い出して、ってこんなに生かされてきたみたいな、そんなことを思ったりとかして、すごく自分が満たされて安心で整うんですね。でそうなると本当他者からの不要な言葉いらないになるんですよ。で今まで欲しかったものももらった、あることに気がついたからそれ以上いらないみたいな感じがあり、変にちょっかいかけてくる人が逆に鬱陶しいみたいな感じになるかもしれませんね。そしてもう何かを手放していくんだって、今までは情でつながっていたものを手放していくんだって感じもあります。手放しちゃいけないって思ってたけどいいんだみたいな感じ、何か感情的なものがすごく強いんですね。満たされるからこそ手放せるみたいな感じです。自分が例えばすごく寂しくて、例えばの話ですよ、寂しかったり傷ついていたら、傷ついてる人のことを見るのすごく悲しいし、誰かを傷つけたくないってなるじゃないですか。でも自分がものすごく満たされていたら他者も満たされるだろう、この人もきっと満たされるだろうみたいな感覚で、変な情とかいらなくなるみたいな感じがありますよ。そして綺麗にしていける感じもしますね。すごい心の進歩がありそうです。でお仕事とかそういうものに関しては協力しながらやっていけそうですしね。ちょっと仕事見てみます。いいななんか甘えたいな、なんか誰かに。はい、ちょっと仕事見てみますね。エンペラー
ペンタクスの8タワーということで、お仕事もすごく、変に無理せず、変に大きく見せず、変に小さく自分を過小評価することもなく、今できる自分の最大限のものを提供しますということで、非常にコツコツとこのスキル磨いていくよみたいなカードも出ています。でこれは自分がすでに持ち合わせている技術をきっちりこなしていくということなので、約束をしっかり果たしますとか、締め切り間に合わせますとかもそうだし、仕事をちゃんとこなしますっていうのが出てるのでできると思います。ですごく良かったのは、やっぱりこのエンペラーっていうカードは、自分の力を信じるとか、自分が持ち合わせているものをしっかりと自分で自覚してやっていくっていうふうに出てるので、お仕事うまくいくと思うんですね。この自分の自信、技術やあり方を自覚しながらコツコツとやっていくというのが出るとうまくいくじゃないですか。でもその上で何かを壊していくんだっていうのがあるんですね。なので自信があるとか、十分やりきったとか、自分がやるべきことを分かっているからこそ次の気づきがあるっていう感じだと思います。なんでしょうね、楽しみですね。こう言われるがままにやるのをやめるとかね、なんか自分が提供している労力っていうのがもう見合わない、収益に見合わないっていうことで、契約はこれで最後にさせていただきますみたいなのもあるかもしれないし、やっぱウェルビーイングということでこれはね、健全なあり方でいるっていうことなんですけど、ちょっと私から見ると逆位置っていうのもあって、何かバランスが取れてないんですよね。自分はこれだけの技術をこれだけのクオリティで提供しているけれども、実際にいただく評価やお金報酬っていうのはそれよりも少し低いみたいな形で、でもそれでもいいわ、携われるだけでっていう、すごくそこに感謝の気持ちや自負もあったんですけど、なんかその気持ちが変わってくるのかもしれませんね。ちょっと契約見直したいですっていうことになるかもしれませんね。そして、人間関係見てみましょう。すごく人間関係豊かな感じすでにありますが、ちょっと見てみましょう。ビクトリーということで、ワンドの6、そして忍者と鳳凰ということで、なんだか精神性が高いですね。この10月末、すごく自分の中の感覚っていうものをしっかりと捉えようとしているっていうのもあるし、自分が何を感じているのかっていうのを見ている。要するに例えばですけど、孤独だとか寂しいとか、その気持ちを変に誰かと関わることによって埋めてもらおうとかではなくて、しっかりと自分でそれを見ていくっていう、自分が今自分は寂しいんだなとか、今自分はこういう友達が欲しいと思ってるんだなとかっていう、疲れてるんだなもそうだし、そういう感覚をちゃんと自分で見ていくんだなって感じがしました。なので下手に誰でもいいから関わってみたいな感じで誰かと関わっていくわけでもなく、どっちかというと水亀座さんが切っていってますからね、周りの人を必要ない人を切っていって、自分は自分のことをちゃんと見るみたいな。そして自分が本当に信頼できる人とか、本当につながりたい人とつながっていくんだと。なんか損得とか、なんか賄賂のような関係とか、社交辞令とか、もうそういうのはいいんだみたいな感じがあり、本当に心からつながりたい人と、信頼できる人とつながっていきたいんだっていう感じがすごくあります。何かこの10月末にあるんでしょうかそういうきっかけが。おそらくご自身が、でも仕事とかすごく関わるのいいですし、自分の技術をもっと磨いていくとかね、何か勉強していくとか、違う普段関わらない人と関わっていくとかいうのはとてもいいんですね。で今までだったらちょっと悩みすぎていたこととか、ちょっと悲観的になっていたことがあったかもしれませんが、それもなんか超えるぐらいの幸せ感みたいなのがあるので、喜びが勝つんでしょうね。もう溢れてますからね、喜びが自分の中から。素晴らしいですね。なので人間もう一つちょっとお知らせなんですけれども、他の星座でも言ってるんですが、いつもこうやって私全体の流れを見て、その人の気づきや成長を見た上でお仕事や人間関係というのを見させていただいてるんですね。でより深く恋愛に特化したものをもし見たいというリクエストがあれば、恋愛だけのリーディングっていうのをしてみようかなと思っています。どれぐらい需要があるのかなと思いまして、ちょっとそれぜひ聞きたいですという方はコメントで聞きたいですって書いていただければ
ちょっと試しにやってみようかなと思っています。全くね置き方とかも変わりますので、一般受けできるのかどうか分かりませんけど、やってみようかなって感じです。はい、なので人間関係に関しては自分自身が自分に誠実であるっていう感じがして、不要な人って言うと失礼かもしれないけど、もう自分には必要ないなっていう人は離れていくように、ご自身が自分にちゃんと向き合っていくんだなって感じがします。最後にもう一枚ね出してください。水亀座さん、はい、どうですかこのカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さんも直感でメッセージを受け取ってみてくださいね。エモーショナルデザートということでね、いいですね。やっぱりなんかやっと、これもそうなんですけど、やっと自分の本音を自分で認めることができるとか、弱いところを自分で見ることができるとか、自分が何に対して欠乏感を持っていたのかとか、そういうことをちゃんと見れるんだなって感じがしました。でそれ見ることによって、それがちゃんとね認識することによって、それを得るということにつながっていきますから、いいですね。感情的に満たされている感じがしますよ。自分ではないって思うかもしれないけど、あるよみたいな、ここにちゃんとオアシスがあるよみたいな、そんな感じですね。はい、ということでありがとうございました。もし何かしら参考になったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた10月末ぐらいにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。